ベルバラファンファンチャンネルです。今回は池田理代子の世界。池田理代子の世界からオスカル様のあの時にフォーカスされた作品、本書特別書き下ろしから8ページ、ベルサイユのバラオスカル星の瞬間をレビューしたいと思います。では行ってみましょう。まずご存知ない方のためにこの本をご紹介しましょう。この池田理代子の世界という本は朝日新聞出版から2012年に発行されています。ベルサイユのバラ40周年プラスデビュー45周年記念で出版されたようです。この動画を撮影している現在が2022年なのでちょうど10年前ですね。現在新刊では手に入らないと思いますが、私は図書館で見つけてじっくり読みたいと思って古書で購入しました。池田理代子先生のインタビューのほかデビュー作も収録されています。池田理代子先生のベルサイユのバラ以外の作品カタログにもなっています。それから興味深かったのは池田理代子作品を恋愛濃度の高めから低めまで、そして日常ドラマから歴史ロマンまで4つに区分されたマトリクスも興味深いです。また年表のようになっている池田理代子全作品リストも見やすいです。自分が読んでいた作品がいつどこに掲載されていたのかという書誌情報が具体的に載っています。その他池田理代子先生の作品年表と対応するように書かれている少女女性漫画誌トピックスや1970年の名作人気ランキングではエースを狙いキャンディーキャンディーとか読んだことがある作品がずらりと並んでいました。それから池田理代子先生の作品で言えばベルバラ以外で好きな池田作品ベスト10とかベルバラ以外で好きなキャラクターベスト10が面白かったです。多くの池田作品情報が収録されているこの池田理代子の世界をベルサイユのバラだけを目的にすると物足りなくなるかもしれません。でも池田理代子作品の他の作品を読むブックガイドとしてはすごく有益なんじゃないかなと思います。池田理代子先生の作品が網羅されている池田理代子の世界ですが、ベルバラファンファンチャンネルとして注目したいのは、またベルバラファンが注目したいのは本編特別書き下ろしから8ページベルサイユのバラオスカル星の瞬間というタイトルの作品です。このたった8ページのためだけにこの本を買ったと言っても過言ではありません。この本自体はそんなに本体価格1300円プラス税なのでそんなに高騰しているとは言えないですから持っていても損はないかなというふうに思います。この作品はカラー8ページと短いのですがコンセプトや展開がすごいものすごく引きつけられました。とにかく私としては最後がとても衝撃的です。とても衝撃的です。とてもオスカル様の第8巻のバスティーユの絶命シーンに比べてこれは文庫版だと第5巻の初めの方に収録されています。このバスティーユでの絶命シーンに比べてそれ以上衝撃なことがあるのかとも思うのですが、私にとっては非常に衝撃を受けた最後のページでした。この第一印象は正直なところオスカル様のこのようなお姿は見たくなかったです。第一印象ですよ。この8ページという非常に短い作品がどのようなコンセプトに基づいて書かれたのかといいますと、オスカル星の瞬間というタイトルから推察されるようにバスティーユで銃弾を受けた瞬間何がオスカル様の脳裏に浮かんだのかというのがテーマです。本編でオスカル様は銃弾を体に受けます。崩れ落ちるその刹那アラン自ら銃弾を腕に受けながらもオスカル様を支えます。アランは命の危険にさらされているにもかかわらず尊敬し大切に思うオスカル様を身を挺して守る姿本当にかっこいいです。実は子供の頃私はアランが大嫌いでした。しかし大人になってここを読み返してみるとなんか男気があってアランに惚れそうです。さて銃弾を受けたオスカル様は息も絶え絶えにアンドレが絶命した場所に連れて行ってくれるように頼みます。オスカル様は最後にフランスの長久を願いつつアンドレと共に天に昇っていきます。本編ではこれら一連の出来事が客観的に描かれています。
方、この池田理代子の世界で描かれているオスカル星の瞬間では、銃弾を受けてからオスカル様が絶命するまでがいわばオスカル様の主観で描かれます。その瞬間、オスカル様の脳裏には何が浮かんでいったのでしょうか。バスティーユで銃弾を受けた瞬間、オスカル様は自分の命の終わりを悟ったはずです。その時、真っ先に頭の中に浮かんだのはやはりあの人との出会いの瞬間でした。それからオスカル様が出会い、さまざまな影響を受け、さまざまな経験と思い出と感情と時代を共有した人々の姿が浮かんでは消え、浮かんでは消え、そして最後に衝撃的なページを迎えます。ここからはネタバレになります。池田理代子先生の絵でオスカル様の脳裏に何が浮かんだのかを時系列的に体感したい方、ラストシーンの衝撃をドッカーンと受けたい方はここで動画を止めることをお勧めいたします。またいずれお会いいたしましょう。ごきげんよう。さて、ここからはすでにオスカル星の瞬間をすでにお読みになった方、ネタバレしても構わないよ、ラストの衝撃が薄まっても大丈夫という方はどうぞお付き合いくださいませ。オスカル様が銃弾を受け死を意識した瞬間、頭の中に浮かんだ光景はやはりアンドレとの出会いでした。これは納得します。人間は死期が近づくと子供に帰るというけれど、こうしているとなぜか昔のことばかり思い出してしまうというセリフを彷彿とします。死を意識したオスカル様の頭の中には未来のことは現れません。最初に現れたのはアンドレとの出会いの場面でした。ジャルジェ家に引き取られたアンドレが最初にオスカル様を見た時の表情です。アンドレがオスカル様に初めて会った瞬間、オスカル様もアンドレに初めて会ったのです。その二人が何十年もの長い年月を過ごし、苦楽を共にし、さまざまな感情と経験を重ねながら最愛の人となっていった。そのアンドレがオスカル様が命の終わりを悟った瞬間に現れた顔でした。これには納得です。そしてアントワネットの屈託のない笑い顔が現れます。ある意味オスカル様はアントワネットを羨ましく思っていたのではないでしょうか。私はこの場面を見てそう感じました。なぜかというと、オスカル様は女性でありながら男性として育てられ、男性のような振る舞いを強いられてきました。オスカル様が自ら望んだのではありません。一方、アントワネットは女性として生まれ、女性として生きています。アントワネットはオスカル様が抱えている本来は抱えなくてよい葛藤を知りません。アントワネットはオスカル様とは全く別の内面世界で生きています。このバスティーユで銃弾を受けた時点で、オスカル様はアントワネットが後に処刑されることを想像できていなかったように私は思います。その後でオペラ座でオスカル様とフェルゼンとの出会い、フェルゼンへの思いを断ち切るため生涯ただ一度だけ身につけたドレス、これらの人々がオスカル様の最後の瞬間に走馬灯のように現れては消えていったのです。そしてページをめくると、オスカル星の瞬間、最後のページです。いやー、これには衝撃を受けました。オスカル様のこんな姿は見たくありませんでした。これが第一印象です。ここからラストシーンのネタバレしちゃいますよ。本当によろしいですか？ 3、2、1。星の瞬間ラストシーンでオスカル様はアンドレと天に昇ります。生まれたままの姿で。生まれたままという意味は、オスカル様が紛れもなく女性であるという象徴、つまり身体的特徴がはっきり描かれています。つまり胸の膨らみです。真横から描かれています。確かにオスカル様が女性であることは第一巻から私は小学校3年生から認知しておりました。それは分かっていたんです。しかしながらもこうもあからさまに真横から裸体でカラーで描かれると破壊力が半端ないです。オスカル様のこんな姿は見たくない、見たくなかったというのが第一印象でした。しかしながら何度も何度も読み返し反芻し、じっくり考えてみました。結局この最後のページ、
つまり人生の最後にオスカル様の内面は解放されたのです。何も身につけず、すなわち女性として生まれたにもかかわらず、オスカル様は他者から強要されていた服装や態度、精神などを受容しながら生きてきました。オスカル様は外面と内面の葛藤を秘めながら生きていらっしゃったのだと思うと、星の瞬間の最後の場面でオスカル様が締め付けられていた何もかもから解き放たれ、生まれたままの本来の自分に帰り、女性としてアンドレと共に天に向かったのです。それを示すためにあの胸の膨らみをあらわにしたようにも思えます。50周年アニバーサリーブックの150ページインタビューの中で、池田理代子先生はベルサイユのバラを子供向けに書いたとおっしゃっています。なので1970年代の当時の子供向けの表現としては様々に制約があったのかもしれません。しかしながらその子供たちは大人になり、様々な経験を積み重ね乗り越えてきました。読者が成長することで池田理代子先生の作家としての足かせも解き放たれたのかもしれません。いずれにせよ、私にとって初めて読んだ時は衝撃的な星の瞬間の最後の場面でした。でも現在の私の認識では、これはオスカル様の本来の姿、つまり神から与えられた自分に戻った、昇華した瞬間であるように見えました。だから納得した次第でございます。オスカル様、もう何も偽らなくてよいのですね。最後までご視聴ありがとうございました。星の瞬間を読まれた方、星の瞬間の展開や最後の場面の感想を教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしておくと便利です。いいねボタン、コメントお待ちしております。ではごきげんよう。しかし大人になってここを読み返してみると、なんか男気しかし大人になってここを読み返してみると、なんか男気があって、あらんに惚れそうです。